今の暗号資産市場、正直に言います。弱く見えますよね。ビットコインは伸び悩み、アルトコインは下落。でも実は今、市場の裏側で次の主役が静かに選別されている局面に入っています。今日はその確信についてお話をしていきたいと思います。こんにちは、ビットレード X 認定パートナーの桜井です。スライドの画像はビットレード X で5万ドル投資した場合の1日の収益になります。この場合、不労所得として月収100万円を超えてくるので割といいんじゃないかなって思います。いいなって思われる方は定期的にビットレード X の事業説明ウェビナー、これを行っていますので、ぜひ一度ウェビナーに来られてください。年内は毎日やりたいと思っていますので、日程に関しては概要欄をご覧ください。では内容に入っていきますけれども、改めてなぜ今日の話が今重要なのか、多くの方がこう感じていると思います。もう上がらないんじゃないのか、2021年のような相場は二度と来ないんじゃないのか、あるいはどの通貨を持っていればいいのかわからない。ですが今日お話しする複数のニュースを一つずつ整理していくと、今の市場っていうのは弱気相場ではなくて評価軸が変わる過渡期にあるっていうことが見えてきます。価格が上がるのか下がるのか、その2択だけで市場を見ていると一番大事な変化を見逃してしまいます。今日はどの通貨が生き残る構造を持っているのか、誰がどの立場でこの市場に関わり始めているのか、その点にフォーカスして整理をしていきたいと思います。ではまずは事実から見ていきましょう。ビットコインは短期的には調整局面です。ETF への資金流入も一服し、一気に9万ドル、10万ドルへという雰囲気ではありません。イーサリアムはどうか、価格自体は方向感が出ていませんが、ボラティリティが高まりやすい局面に入りつつあります。XRP は2ドルを割り込みました。チャートだけを見ると弱く見えます。同時に関しては、クジラ、つまり大口保有者が約1億5000万枚を売却しました。ここまで並べると、やっぱり厳しい相場だと感じますよね。ただ、ここで一つ冷静に見てほしいポイントがあるんです。どの通貨も致命的に崩れてはいないっていう点です。派手な上昇はありません。ですが、連鎖的な投げ売りも起きてはいないんです。市場全体が妙に落ち着いている。この違和感が今日の話の入り口です。では、ここで意外な事実、これを一つお伝えします。XRP は価格が下がっている最中にもかかわらず、取引所にある供給量が減り続けています。つまり売られているように見えて、実際には市場に出てこない XRP が増えているということになります。さらに XRP 関連の ETF には継続的に資金が残っています。一時的な熱狂は落ち着きましたが、完全に資金が引いたわけではありません。同時も同じです。クジラが売却したのに価格は崩れなかった。これは個人投資家や中小規模の参加者が買い支えている証拠です。ビットコインに至っては、もはや短期で爆上げする資産として見られてはいません。金や株と同じように長期で保有される成熟資産として扱われ始めています。ここが意外なポイントです。価格が弱い時ほど構造はむしろ強くなっている。多くの人が見ているチャートと実際に起きている需給や立場の変化がずれ始めているんです。では、なぜこんなことが起きているのか、背景を整理します。大きな要因は規制と制度です。欧州ではミカが始まり、米国でもルール整備が進んでいます。これによって何でもありの暗号資産市場は終わりつつあります。その結果、役割がはっきりしない通貨は評価されにくくなります。一方で、送金、決済、価値保存、インフラ、こうした役割を説明できる通貨は価格が動かなくても静かにポジションを作られています。これが2026年が意識されている理由です。2026年は全部が一斉に上がる年にはならないと思います。むしろ残る通貨と消えていく通貨がはっきり分かれる年になる可能性が高いんじゃないかなと思います。そして今っていうのはその前段階です。ではここまでを整理します。今の暗号資産市場は弱気相場ではありません。選別の相場です。
短期の価格だけを見れば不安になるのは当然です。ですが、静かな時期に構造を理解して仕込めた人っていうのが次の主役を持つことになります。上がるか下がるかではなくって生き残るかどうか、この視点を持てるかどうかで数年後の結果っていうのは大きく変わっていくと思います。そしてこういう方向感のない相場では感情で売買を続けると正直かなり疲れます。僕は最近は自分の判断とは別に AI がルール通りに運用する仕組みを使っています。僕が使っているのはビットレード X で、ビットレード X はイギリスの法人でアメリカで MSB の登録もあり、セキュリティ監査では SARTIC の上位評価を受けているような取引所です。AI を使った AI デイリーや AI360D といった自動運用モデルを使い、ステーキングを行っています。興味がある方は年内は毎日ウェビナーこちらを行っています。ウェビナーの日程に関しては概要欄に記載していますので、興味がある方は来れる時にぜひ来られてみてください。暗号資産の世界は派手な時ほど危なく、静かな時ほどチャンスが隠れています。今はまさにその静かな時間帯です。焦らず、流されず、構造を理解しながら次の波に備えていきましょう。そして一緒に長く生き残る資産、これを増やしていきましょう。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。